大国が力を使って領土とか領海とか領空を取った場合はもう弱い国は諦めるしかないよねっていう状況になると日本は完全にやられて終わりです。はい。ひろゆきが予想するロシアとウクライナの今後、ウクライナとロシアの戦争が始まった時にすぐに終わらんよね、下手したら5年か10年かかるよねっていうのを言ってたんですけど、ですぐ短めに終わるパターンとしてはプーチン大統領が健康問題で降りる場合とか、もしくはそのなんかクーデター的なものがあるみたいな可能性を考えたんですけど、でナワリヌイさんが亡くなりましたっていう時でも結局そのロシアの中ではそこまで大きなデモとか反対派の動きっていうのがないんですよね。なのでそれがないというのがロシア人が怖がって反プーチン的な動きができないっていうのもそれはそれであるんですけど、一番大きな問題はロシア人はそれでいいと思ってるってことなんですよ。西洋の人たちから見たら反プーチンの人が刑務所で殺されるっていうのはとんでもないことだよねっていうふうに考えるんですけど、別にそれくらいどうでもいいんじゃねっていうふうに考えるのがロシア人の多数派であるっていうことだと思うんですよね。怖がってるんだよっていうのは怖がってるのは事実だと思うんです。ただ怖がってるのは事実なんですけど、別に今の状態で反プーチンでロシアをなんか崩してまで何とかしようということを考えるほど大きな絵を描く人もいないし大きな力を持つ人もいないし、結果として別に俺らが頑張ってもしょうがねえからこのままでいいんじゃねえのっていう状態が割と今も続いているということなんですよね。で状況として別に僕ロシアが好きとかっていう話ではなく、今起きている状況で説明すると、ロシアがウクライナの土地のいろんなとこ東部とか抑えてますと。でそこを取り返すというのがもうほぼほぼできないよねっていう状態なんですよね。戦車必要だよねとかもっと兵器必要だよねって言ってたんですけど、残念ながらヨーロッパの方もそこまでもう兵器出せませんと。でアメリカももうそんなにもう兵器支援できませんっていうので、結構もう支援疲れが起きちゃってるんですよ。フランスの国内とかでももうそろそろウクライナのことじゃなくて俺たちフランス人のことを見てくれよっていうふうに言い出していて、なのでそのヨーロッパ各国も残念ながらそこまで支援できるほど余裕がないんですよね。でじゃあロシア余裕があるのかっていうと、ロシア金めちゃくちゃ持ってるんですよ。結局石油が高くなった状態で原油だったりガスだったりを中国とかインドとかにバカスカ売ってめちゃくちゃ儲けてるんですよ。確かにロシアは新しい兵器を作ることができないし、昔の兵器を無理やり動かして何とかしてるっていう状態で兵器が足りないよねとか若い兵隊が少ないよねという状況ではあるんですよ。でも攻めるのであれば若い兵隊いっぱいいるんですけど、守るだけであれば別に兵隊若い必要ないし、兵器も別に古くていいんですよ。最新鋭の兵器で相手の防御を縫ってなんとか攻撃するぜみたいなのじゃなくて、もう来たやつ全員撃ち殺せみたいな、大砲撃ちまくれみたいな昔ながらのやり方でも防御ってなんとかなっちゃうんですよ。ウクライナの人たちがウクライナ国内のロシア人を攻めるときは周りに被害を出さないようにとか村の人とかに被害を出さないようにっていうのを考えるんですけど、ロシア人的にはもう焼け野原でいいよと。俺らがここでここの陣地を守ればいいだけだから、民間人であるとなんだろう全員死んでもいいし、地雷とかバンバン起きまくって、その後の人が地雷が起きまくった場所って後でめちゃめちゃ危険になるし、地雷撤去するの大変だから困るんですけど、もう知ったこっちゃねえやっていうのもやっちゃうんですよ。っていうのもあって割と長期戦になりつつあるんですけど、でその長期戦がじゃあいつまで続くかっていうところでいくと、アメリカの大統領選挙が来た時に多分終わるんじゃないかなと思っていて、トランプ大統領がちょっと負ける絵が見えないんですよね。トランプ大統領がその負けてくれてバイデン大統領がやっぱりこのままウクライナ支援をし続けようっていうのであれば確かにまだウクライナがなんとかなる可能性があるんですけど、トランプ大統領はウクライナに対する支援を打ち切るってもう言ってるんですよね。なのでトランプ大統領が勝った時点でアメリカの支援が打ち切られて、でヨーロッパだけだとやっぱその均衡してる状態は維持できると思うんですけど、じゃあその後ロシアをウクライナから追い出せるかっていうと、そこまでの戦力は残念ながらヨーロッパにも提供するほどの余力はないんですよね。っていうのがあるので、結果としてそのどうなるかというと、トランプ大統領が当選した時点で多分ウクライナは押し返すことができず、でウクライナとしてはどんどん疲弊しているので停戦という形になるんですけど、現時点で停戦しようとすると今ロシアが占領している東部だったりはロシアが占領したままで停戦しましょうっていう形で
多分もうそこで事実上の国境が引かれちゃうと思うんですよね。今防衛してるラインの前線っていうのが停戦しましたって言って、ここはじゃあロシアが実質的に、本来はウクライナの土地なんですけど、ロシアが保有してるから、じゃあここは一時的にロシアの部分ね、でこっちはウクライナねっていう風に、この停戦ラインを決めるんですけど、でそれがそのままもう国境になってしまうっていう、北朝鮮と韓国もそれで一時的なその休戦ラインとして38で予選が引かれてるんですけど、もう実質的にあれが国境になっちゃってるっていう、多分状態になっちゃうんですよね。ウクライナとしてもロシアにもう一回その戦争を仕掛けてもまた疲弊するだけだよね。でロシアとしては同じようなことやり続けるだけで、割と石油とか資源はあるので、ロシアってやっぱり強いよねっていう状態で、なのでウクライナって結局そのウクライナとしての国の国力を元に戻すっていうのができてないんですよね。戦争状態が続いているので、じゃあ普通に農業をしたり工業をしてそれを輸出してお金を稼いで、その稼いだお金で兵器を買うっていう経済を回して、その経済の余力で軍事施設だったり兵器を買って、で余力のある部分で兵隊を使って戦争するっていうのが、普通の国の戦争の仕方なんですけど、残念ながらウクライナってどちらかというともう代理戦争になっていて、ウクライナというのはもう産業というのはほとんど元に戻ってないんだけど、兵器はヨーロッパだったらアメリカからバンバン提供されるので、ウクライナ人が働くのではなく、ウクライナ人はもうひたすら戦争するパーツとして扱われていて、で兵器はヨーロッパとアメリカに提供されるものを使いますっていう、ウクライナの男性全員傭兵みたいな扱いになっちゃってるんですよね。なんでそうするとウクライナがじゃあ国力を戻して独自に自分たちでちゃんとその兵器を維持できるような軍事力を持ってロシアと戦って勝てるようになるかというと、もうだいぶきついと思うので、なので一回停戦をしたらもうそこが国境になってしまうんじゃないかなというので、ロシアの敗北というのはちょっとないんじゃないかなっていうのが僕の今のところの予想です。ただロシアが敗北するべきだとは思うんですよね。べき論で言うと、さっきまで状況説明をしたんですけど、でこっからが僕の意見なんですけど、大国がやらかした時に強いやつがやったものは止められないよねっていう風なのが実情成立すると、皆さんご存知ないかもしれないですけど、日本ってロシアと国境を面してるんですよ。なのでウクライナを攻めてって領土を取って、ここ俺たちの土地なっていうのをやらかした国が隣にいるんですよ。でさらに俺たちやらかすぜっていうすでに予告をしている中国っていう国があるんですけど、もう俺たち台湾取るからってもう予告してるんですよ。隣の国取るぜって予告してる国と、隣の国取っちゃってるぜっていう、2つとも国連の常任理事国で2つとも核持ってるんですよ。世界の中でその核持ってるとか国連の常任理事国とかで権限と戦力がある国をじゃあ3つ挙げろっていうと、多分中国、ロシア、アメリカになるんですけど、そのうち2つがどちらかというと日本とあんまり仲良くない形で国境を面しているので、なので大国が力を使って領土とか領海とか領空を取った場合は、もう弱い国は諦めるしかないよねっていう状況になると、日本は完全にやられて終わりです。はい、アメリカが助けてくれるよって思ってる方も多いと思うんですけど、トランプ大統領は割とそのアメリカ人を殺してまで他の国を守る必要あんのってガチで言ってる人で、なので最終的には撤回したんですけど、一時期日本はもうお前ら勝手に核武装すればいいじゃんっていうのぐらい言ってる人なんですよ。なのでじゃあ中国とロシアが攻めてきましたっていう時にアメリカが代わりに戦争してくれるかっていうと、それで戦ってもアメリカ人が損するだけだからごめんねって言って何もしないっていうパターンはあるんじゃないかなと思うんですよね。リュウキさんこんばんは。先ほどロシアが隣に来るんだから次は日本を攻めてくる説、続きが気になります。そうなった場合最終的に日本はどうなると思いますか。一応北方領土はもう全部取ってるので、いきなりロシアが攻めてくるっていう可能性はなかなかないとは思いますけど、とはいえその中国がバンバンやってる時についでにまた取りに行くっていう、アメリカと日本が戦ってる時に、じゃあアメリカが原発を落とした時に、じゃあついでに北海道を取っちまおうぜっていうので、ロシアがバーッと来て北方領土を取ってって帰ってったっていうので、割とその火事場泥棒をやる国なんですよね。なので日本と中国が台湾あたりで揉めてる時に火事場泥棒的に北海道に入ってくるっていうのが可能性としてゼロではないんじゃないかなと思いますけども、ちなみにウクライナに入ってった口実の一つとして、ウクライナにいるロシア人が迫害されているのでそれを助けに行くという口実だったんですけど、でその口実として日本にいるロシア系アイヌ人が迫害されているのでそれを助けに行くという口実は今のところ作れるようになってます。はい、トランプが大統領選当選したとして今後ロシアが NATO を攻める可能性はどれくらいあると思いますか。ありません。来年あたりリトアニアに移住する可能性があるんですが危ないんでしょうか。 NATO に攻めた場合はロシアはもうさすがにやられると思っているので、なので NATO に加入していないウクライナを攻めると。なのでスウェーデンも加入するので NATO っていうかロシアの狙い目は次はフィンランドとかなんじゃないですか。
戦争の勝利条件は何ですか？国のトップを殺せば戦争終わりますか？例えばアメリカと中国が戦争した場合、アメリカが習近平をはじめ中国の政治的な人を捜するか、中国がアメリカ大統領をやれば戦争終わるんですか？終わりません。基本的に戦争っていうのはどっちかが無条件降伏をするか停戦協議をするかっていう二択ですね。誰かが暗殺されたとしても、大統領死んだとしても副大統領が大統領になったりとか、サバイバー的な人が大統領になったりとか、日本の場合は総理大臣が死んだ場合は副総理がなるとかっていうのもあったりするので、なので別にそのトップが死んだとしてもいきなり戦争が終わるわけじゃなくて、トップが死んだのでこれ以上やりたくないよね、じゃあ停戦協議をしましょうとか、もう無条件降伏するので好きにしてくださいってなるかっていうので、トップを殺したっていうのはインパクトは強いんですけど、実態として戦争にそこまで影響があるかっていうとそんなに影響ないんじゃないかなと思うんですけどね。諸葛孔明みたいなめちゃめちゃ優秀なトップがいて、そのトップの戦略によって勝ててるけど、そのトップが死んだら戦略が描けないから勝てないよねとかであれば殺す価値あるかもしれないですけど、基本的にはそのもう自衛隊みたいなのとか軍隊っていうのは各軍のところにそれなりに偉い人がいて、その人たちがそれなりに作戦を作ってたりするので、トップを殺してその国の構造が大きく変わるっていうのはあんまりないと思うんですよね。ただアメリカとかの場合は大統領がなんか超戦争したいって言ってる人で、副大統領は戦争をそんなにしたくないよって人の場合は、超戦争したいって言ってる大統領を殺して副大統領が権限を持った場合に、じゃあ戦争やめますってなる場合もあるので、副大統領の性格によっては戦争が早く終わる場合もあるんじゃないかなと思いますけど、仮にロシア勝利後の世界をどう変化していくのでしょうか。米国、中国、ロシアの3極の均衡になるのでしょうか。はい、ある程度ウクライナを取った後も多分プーチン大統領もある程度年だし、でウクライナ取ったっていうのがあるので、もう十分すぎるの成果を上げたので、そこ以上頑張ろうとはしないと思うんですよね。戦争の消耗っていうのがなくなるので、ヨーロッパとアメリカも割とまたそれが自国の経済の方にお金を向けるようになるので、なんでそこそこ安定するっていう状態になって、で中国が割と異常に幸せになってるのか、もしくは中国経済が今結構やばいと言われてるのが本当にやばいのかのどっちかだと思うんですよね。今ロシアが戦争やってるおかげで中国めちゃくちゃ儲かってるんですよね。安いエネルギーを買ったりとかで、割とその輸出も結構盛んだったりっていうので、ただ中国経済が不動産バブルが終わっていて、内向きには結構まずいよね、バブル崩壊したよねって言われているのですが、実体経済はまだそこまで影響がないんですけど、でもなんか観光客でやたら金使うやつは減ったよねみたいなところで観測してる限りは、確かになんか中国の経済は縮小しつつあるのではないかなというふうには思えるのですが、それがどれぐらいの規模までへこむのかっていうのがいまいち分かんないんですよね。とはいえやっぱ人口が多くて技術力があって世界中に輸出できる環境であるっていう中国の底力自体は変わってないので、なので不動産バブル自体崩壊してあぶく銭はなくなったとしても、実体経済までは影響がなく、ちゃんと物作ってるところはきちんと売り続けるっていう感じなのかなと思うんですけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。